今日の黒帯ワールドは女性のための護身術。見てください、この女性強そうですね。少林寺拳法の剣士で俳優の成海美緒さんです。今日は成海さんと一緒に護身の技術を学びましょう。教えてくれるのは井上博夢先生。これが悪という消失中がとか平和に思える日常生活でも、いつ何が起きるか分かりません。いざ危険な目に遭った時に一体どうすればいいのか。今日は70分の総集編、少林寺拳法で身を守れ。成海さん、日常生活で少林寺拳法が役に立ったことはありますか？事前に危険を察知するっていうことはやっぱり身につけてきたので、そういうことは役に立ったなと。少林寺拳法そのものが護身の技術なんで、心構えとしては自分自身で分かると思うんですよね。例えば女性であれば明るい人が多いところを通るのか暗闇を通るのかって言えば、やっぱり人気の多く安全なところ、何かあったら、声が出る出ないはちょっとそれが一番大事か分かんないですけども、やはり人がいるところで何かあれば守ってもらえるというようなこともありますし、だから危険なところなのか安全なところなのかっていうのは、これ誰でも分かるようなところだと思うんで、はい、例えば男性だけがなんかバーッとたむろってて、そこを女性一人が通るっていうのもそれを避けるっていうことが女性だったら言えるんじゃないかなと思うんで、はい、そういう意味でその危ない場をいかに避けるかっていうような心構えそのものが護身だと思いますんで。でもこれはですね、少林寺拳法やってるからじゃなくて、女性であれば多分そのところはなんか違和感がある、危険だなと思う、そういうところを感じたらそこには行かないと、その場には通らないと、それを心がけるだけでも大きいことかなと私自身は思っております、はい。それではよろしく、はい、お願いします。手を持たれて引かれたところからこうかな、小手抜きのように手を持たれて引かれたところです。どうするか、もう一つやってみようか、引かれたところにこうやると相手さらに引いてくるから、こうだから引かれたらさらに引かれた相手の近くに寄ってこう抵抗しない、相手の力に抵抗しないで、抵抗しようとするとバランスがこんな崩れたり、今でも成海さんはすごく少林寺拳法の技で守ってこうやったからいいんだけども、これは実際素人の人であればこう取られる、ところがこう取られたら殴られる恐れもあるから、相手の裏引きをプラスの技、相手が50で引いたらこっちの30の力80の力で相手の裏に入ってくる、そのまま相手の裏に近づく、そうそれで手見とる、はい、そううまいわ、いいよ、もう一回だけやってみようか。これで見とってね、これで守れたらいいけど守れない、その時にはこれでバランスを持って相手何かしようとするから、脳の方では相手は必ず反作用があるもんだと思って、これで何か殴ろうとか投げようとかするから、反作用で引かれたら傷が崩れる、もう一回やってみる、そのまま相手の裏に入って、そうそのままに引かれる場合もあれば、受けて目打ちをする。この時には捕まえた時に相手の中に入ってこちらに近づくんじゃなくて、相手の肩の方に入って目打ち、目打ち、裏手は相手の3号4号当てる、こっちに入ってつく場合もあれば、相手の側面ここをつく、いいよ、うまいよ。ごめんなさい、失礼しました。いいよ、はい、そう、今みたいに実際に相手が引っ張ってる、それを守る、そしたらその通りの周りになるから、それで抜いて裏手をやっていくという、はい、もう一回やってみよう。はい、うまい。
相手に手を引っ張られた場合に踏ん張って抵抗するのではなく、自分から接近するということですね。もう少し詳しく教えてください。引っ張っていった方がね、はい。こう片手に今こうやって引っ張って、これを例えば私が抵抗しようとすると相手はさらに引っ張ってくるから、引っ張られるところの力に利用が入ってくる、ね、相手が引っ張る、これ抵抗するでしょ、入りながら、というのは相手の引く力に対して抵抗せずに引く方向に入りながら、その時にバランスがもし崩れたらかえって自分は後ろの方にも行けるような姿勢を作る。でここで大事なのは、バランスを普通守ろうとするとバランスを崩さないようにしようと思う。でも崩された場合のことも考えていかないといけないから、さっきは引かれて崩れた時には裏に入りなさいと、もろ手でもそれはいいけども、で掴まれていいよ、もろ手でもいいよ、こう掴まれてこうやってたら引かれたら相手の方にほら崩れていくでしょ、骨崩れていって、取って骨崩れていく、これで戻っていく。でもう一つはこう掴まれたら相手の方にここで抵抗せずに、こう抵抗せずに一瞬守りと同時に相手の力の中を入っていく、相手の方に入っていく、そして守る。いいですか、こういうふうにいくでしょ、はい、この力が入るでしょ、それをチュッと入っていく、ね、それから上に上げていく、こういう状態を作っていく、はいはい、であまりにも力の引っ張り合いしない、で戻ってくる、一瞬距離になるでしょ、手が、はい、はい、じゃあいきますよ、こう引っ張るでしょ、でちょっと手は上にそう上げて、その瞬間にちょっと中に入る、中に入る、そうそうそう、もう一回、こう来てちょっと近く、その時に今ここでちょっと守ったでしょ、でそれをさらにこっち引こうとするから、これに合わせて私は動いてくる、そうそう、これを動いてこうする、はい、もう一回、はい、はい、そう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 、で上に上げるいうことです、そう、こういう状態、もう一回、はい、はい、力、そうそうそう、でこれが力を入れたままにして、こうやってほら引かれちゃうでしょ、ほんならこの引きに入ってきて、それで入ってくるような状態、はい、で目打ち抜いて、そうで裏剣中段と、引き合いはしたら力の強い方になるけども、引き合いをするんじゃなくて、捕まえた瞬間手は一応軽く、ね、開いて、ここ脇が開いてるから、いいですか、脇が相手の方にこの肘を持ってきて、自分がその中に入っていく、そうするとここで一応腕は守られてるけど、力で引き合いだけをしたら引かれてしまうから、肘を相手の方に近づけていく、で引きを、そうするとこの力の引きがこうなる、ね、はい、こういう状態、そうそうで目打ちやる、これを遠流って言って、少林寺拳法では力を入れて引っ張って、ほんでこれを今度こうやって上に行くでしょ、こう、はい、肩が上に上がっていくから、これを遠流で、そうすると引っ張ってみて、ここ今見えますけど、こういう指側と母子球側が空いてるんですね、こう、ということは指だけの力になるから、相手がギュッと握って、これ引けない、引いて、もう滑るでしょ、ほら、これが少林寺拳法の鍵手手法。そうなんだ。こういうふうにいくでしょ、今は片手の方が分かりやすい、こうやって引きやすいでしょ、これは力が50で、こっちバランスで50と、上の方の親指を円を描くように上に向ける、そうすることによってここが開く、いや握っといてよ、こことここが開くから、指だけの力になるから引けない、これ指だけの力だけ引けない、これは成美さんだから引けないわけじゃない、男性でもしっかり握るでしょ、引くでしょ、これ引き合いあるけども、ここで一応鍵手手法になったまま引く、これ50と一応50でバランス取ってると、この時親指を上向けると、もうこれで引けない、引けない、で僕絶対引けない、これほらもうなんかこれ形、これは力が入らないってことですか、そうですね、指だけの、ね、力になるから、これがギュッと持ってこれを入れたら、ここが引きやすい、ところがこれがちょっとグッと言って、もうこれで引けない。ちょっと待ってください、これ本当なのかな、僕が体験してみましょう。これを西監督がしっかりやってしっかり、ね、引くじゃないですか、引きやすいでしょ、全然引けます。おっと、確かに引けない。これもいや、これあ、本当だ。全然引けないでしょ。本当でした。
これいけない。これは例えばもろ手で持つじゃないですか。これいける。おお、これこれの方がね、本当はもろ手の方が崩しやすい。片手をこう三角形になるから、これが上もらう。これグッとグッと握って、これグッとグッと握って、これ引くでしょ。はい、でこれこれ夜ピンとなるやつ。疑ってすみません。本当でした。確かにこれは女性でも使えそうですね。脇じゃあ普通に書いてください。書いてください。いや、はいはい、中。そういう時にここを支点にして肘を出す。ちょっとだけ出しすぎ、少しだけね、数字引いて引きなくなる。そうそう手は軽く開く。そんな力入れる。ほら指のここですね。これが開くということです。小子宮側とか指だけの力になるって。指だけの力でその成美さんの体重を引けるかって引けない。これは逆もあるでしょ。こういうに掴まれてこういう場合、これどうする？これ親指をパッとやったら下に遠慮する。同じ引けない。全然これもろ手。今こうもろ手でしょ。見えないから足をもろ手、これもろ手でそれ引けるんですよ。これいろいろ本当は攻撃できるからこうこれだから掴まれた時にはこういうふうに掴まれたね。これね、この場合は下の逆手の掴みとか言うんです。こうそうするとこれも同じですね。小子宮と母子宮が開くんですね。これ後でやってもらうからね。ね、こう抜こう思ったらこれで抜ける。ね、今の今度は技をかけようと思ったらこうやって技。まあちょっと崩しを今入れてないけど、だからこの瞬間が崩れてしまう。だから掴まれたらこういうような状態ですから。全然もう引けない。攻撃もできない状態。これが少林寺拳法の方の鍵手手法で。さっきは遠流が上に向いたんです。親指が肩の方に向いたんです。このようにこれが順手のつかみ、これで逆手のつかみでこういうふうにつかまれた場合は遠流は下に行くとこういうふうに行く。でやってみる。はい。こうしっかりこうで手開いて鍵手手法になる。普通に鍵手手法になる。その時に今いっぱいつかまれてそれを遠流を今度は下に落とす。少しだけこういう状態。それで目打ちやったり巻きごとやったり、あるいは引き抜き物手の引き抜きしたり、十字ごとやってみ、十字ごと。足今さっきもこうやって十字ごとの時こうやった時開くでしょ、相手のこれが。だから書きやすくなる。もう一回やってみる。こうやって落として、落として。ほんでそれで十字ごとやると書きやすくなるでしょ。ほら一歩入れて、で今みたいに必ず、鍵手手法を言うのはこういうふうに捕まえて円を起こす。上からなのか下からなのか、もっと上達していくとこの円の作り方が球体になる。横になったり縦になったりとか球体で守っていく。だからこういうふうに握られた場合はこういう感じになっている。これだって縦こっちの方の球体にこういう動きになるから、だからいろんな見方していく。だからうちでいう鍵手の遠流いうのはすごく女性にとって大事なこと。相手に力を半減させる、力をなくさせるような状態になるから。この技術は上級者になってから習えるのでしょうか。これはもう最初からです。白帯からです。今言う小手抜きっていうのが最初なんで、ただ説明の仕方としては遠流だとか理屈を先説明すると分からなくなるんで、動きでこのようにやってくださいというようなことで。これ簡単に言ったらこういう私が説明するときには白帯の人に説明、引き合いしますと一応脇締めて、でも強い方が勝つから一応この引き合いでバランスを持ったら親指を上に向けてくださいとこれだけで。例えばこうやって紐をやっててこの紐がこ
もう一つこういうふうに紐があったら崩れるでしょ。それを片手でやるんです。これで一本の紐でつながってて方向を変えるんですね。これが鍵手の方のこの手法でやっていくんです。でこれもできるから基本はこれです。なら指が開いていくんですね。これがもうポイントです。小指球が開いて指だけの力になるから自分の65なら65の体重がこれ指だけでは引くことはできないということなんですね。なるほど。この場合も相手に抵抗して踏ん張るのではなく自分から接近するのですね。それが分かりやすいのはこういうふうにもろ手で相手が引きますよね。そうして相手の方に近づきながらこうするんですよ。これも演じで相手が引く、これバランス取っちゃうからちょっと上に上げると、でそれで崩していくわけですね。これもそうなんです。だからこういう感じでこういう崩しですね。この瞬間なんですね。入ってくる。これで抜き技がつながってくるんです。こうやると分かりやすい。両手塞がってるから蹴りだけは注意しながら相手の方に近づいてこっちを持ってやってる、それで上げていく、その時に肘が中に入りながらこう味しめる、そううまいよやってみるよ。それでそうして自分の方にシュッとこう持ってくる。そうこれバランスですね。そううまい。あとは自分の習った技をやっていくということで。もう一回やってみて。そしたら今片側こう言ってるのにもう一回やろう。ほな同じように今さっきの十字路でやったのをもろ手でやったのこれも同じ両手でこれ掴まれてこう掴まれた時にこれだと引きやすい。それで相手が秋元健士の方がプッと一瞬受けて脇をこう締める。引かれるでしょ。こう引き合いしなくて近くにこう。やってる。そうすると相手が浮かなくてもこういう状態になればもう相手何もできなくなるから。あまり近づきすぎても近づきすぎてもいいけども近づきすぎたら当然ながら両足があるから蹴ってきたりもする。それをさせないようにするのが今の一瞬の動きだ。下に落とす人に脇をシュッとしてそれで脇開いたところ相手の小指球が開いたところをさっきのもろ手と同じようにやっていく。十字路で中入ってもう一回やってみます。うまい。クッとこうしたでそこで今さっきの最初の方の動きになってこういうふうに掴まれた時に入った時に金的をパッと置くよ。ゆっくりでいいよ。こういうふう最初からこっちやってもいいけどこのままで金的にこれが一番のあれですね。目打ちこう送ることできるよね。これでちょっとやってみて。うまい。いいよ。目打ちか金的いうのが一番相手にとってはなぜなら低い方だし女性なんだから大きな男性来たら目打ち今までずっと目打ちをやってたでしょ。ほんであと金的だから相手にとって一番弱いところ目はゴミが小さいゴミが入ってる。で男性の金的にいったらもうそれはもうボール当たるだけでもう死んじゃうぐらい痛いから小さいことはないにしてる。じゃあやってみる。もう一回。目打ちはそういうの。だから技術、競技って相手の強を必ず狙うと。
で今目打ちをこうやったけども、目打ちや金的やったけども、それは当然ながら手刀切りでもそれは何でもいいんだけども、一番相手の弱いところを自分の強いもので処理するという。はい、だからまあ後で時間ね、この流れであればなんだけども、当て身そのものはこの肘打ちだとか、この三角になると一番女性にとって強いから、そういうところで当て身を入れたりとかするのは非常に大事なことなので、はい、それはまた説明はやっていこうと思うけども、はい、でここで成美さんにここで言いたいのは、説明したいのは、これはもう本当全員に話したいことはこういうふうに、今さっきもやってきたけど、だから私が今さっき金的に狙うか目打ちに狙うかで見て、ここで心構えは掴んだ、何かやってくる、どうしようかっていうのが主者になるけど、どうしたろうかっていうのは後者側やろ。だからここで大事なのは、掴んできたところってこの姿勢、この状態で他に何か言える？今掴んできたよね。他の事実なんかある？顔が開いてる。もうね、金的も開いてる。開いてる。中段も開いてる。ということは、考え方としては、相手が掴んできたということは、手を結んで近づいてきたみたいなもん。で言うなれば、手錠がはめられて近づいてきたものなんだから、自分にとってはそういうふうな見方をしたら、上は開いてるし、金的は開いてるし、両足でどちらかで蹴ってくることがあってもいい。この手で殴ってこようとすることはないこと。掴んでる間は殴ってくることしない。これなんかしようよ。だったら、相手がこう掴んできた時には何かって全体を見なきゃいけない。この一部の中で自分がどうしようかっていうんじゃなくて、全体を見て実を避けて今日を攻めるということで、ですけど、どうやってこう構えたら、これはある意味守ってたら関係ないと。目打ち、金的。ほんでここが虚になったところを取るということで、物の考え方というのは相手が掴んできたと同時に他のことを考えないから、それは全体を我々は見ることをしなきゃいけない。上段が開いてる、中段が開いてるんだ。そしたら言葉としては掴んできたんじゃなくて、わざわざ手を塞いで私に近づいてきたと思ったら、そうですよ。そうしたらそれほどなんていうか自分にとって有利な言葉はないと。ところが相手が掴んで膝蹴りをしようとしてきたとか思ってはいけない。ただ相手が掴んで近づいてきたと。その瞬間にどうするかというものを考えたらいい。巻き抜きで物手を掴まれた場合をやってみる。そう、はい、目打ちして、そう、はい、ね、抜いて、そう、はい、さっきやった送り言葉やってみよう。掴んできたんだけど、相手は自分の今日を作ってきたということ、今日を作ってきてということ、やってみよう。はい、そういう見方をもう一緒に練習するということ、はい、理屈をな。そう、そう、そう、掴ませたと思う。掴まれたんじゃなくて掴ませたと思う。そう、はい、重要で。そう。そう。はい、ラスト、小手抜き、裏剣中段までやってみよう。片手の小手抜き、裏剣中段。はい、そう。逆、いいよ。オッケー、逆でいこう、逆で。そしてその流れで逆でいこう、逆でいいよ。そう。少林寺拳法では大事なことは、今までも練習してきた中で大事なことは、主者側の立場と後者側の立場でこれ分かれて練習してるんで、入れ替わって練習するでしょ。そしたらたまたま例えば相手がこういうふうに掴んで腕逆取りしてきたとかね、脇でなんか締めてきたとかっていうようなことを言うけども、それは後者側がそうしてきてるということで、主者側は何かっていったら別の見方、そういうふうにしたらやられる、取られると思っちゃうから、じゃなくて両手が掴んできた瞬間は空いていると、でまだ攻撃していない、即守れるとか、そういうふうに物の見方を考えながら両面を見ていくということ、両面を必ず部分だけじゃなくて全体を見る、掴まれたところを見たんだったら他を見る。そしたらそれが虚実、相手の虚を見ること、実を見たら虚を見るところが実ばっかり見るからどないしようと思うわけ。ね、例えば、ね、井上の方がこういうふうにしたら何してきた？それは後者として回し蹴りということ、主者側としては今さっきのちょっと課題が相手がこうしてきたら
そうです。だから何、回し蹴りと同時にあなたこれを見て受けるって言うでしょ。これは回し蹴りをやってきたって意味だけど、そうしたら見とって、今ここで守ってるけども金敵空いてる、金敵空いてるでしょ。ほんで秋元が今こうなってるけど、これをパッと受けてパッと手を崩れたらここも空いてる。で言うなれば上段も空いてるから、これ受けたら上段もこういう人打ちをできる。ほんなら私が今回し蹴りをしてきたと同時に金敵空いてるでしょ。ほんならあなたどうする？次回ししてろという言葉になるよ。だから回し蹴りを見たら自分の方が心構えとしては受ける、痛そう、どうしようっていう話なんだけど、今みたいに相手の手を見たら蹴る方向になったでしょ。気持ちが変わるでしょ。これが見方、こういう見方が練習の中に同時にしていく。蹴ってきたんじゃない、同時に金敵が空いてきたら上段も空いてるじゃないか、中段も空いてるじゃないか。でもっと見方したら片足立ちだから動けない。ほんなら動けない間に何でもできるいうことだから、これを下ろしてしまったら何かやってくるわけ。蹴っている間はつかない。蹴っている間はつかないから、下ろしたらついてくるから。というだから蹴っている間は何もやってこないなと。その蹴りに合わせて金敵蹴る、中段蹴ると、そういうような見方をする。そうしたら心構えとして何か言ったら守りの心構えだから、その平常心とか余裕ができてくる心構えだ。自分自身が思うのは、相手が蹴ってきたんじゃなくて、わざわざ近づいて金敵を開けてきたと。そうしたらあなたどうしますかって言ったら、どうしますか？蹴るって思うでしょ。ほんならもうほら、自分の気持ちの方が相手よりも有利になっている。これが主者側の考え方。蹴ってきたんじゃなくて、わざわざ近づいて、しかも片足だってアンバランスの状態で金敵も開ければ中段上げれば上段も開けてきたねって言った人をどう対処するかいうのが主者側のこと。そうなると心構えとしてはなんかいいでしょ。全然違います。全然違うでしょ。危険な目にあったら誰でも危ない、怖いと体が固まってしまいますが、今のお話のように掴んできたり蹴ってきた相手に対して、急所がガラ空きで近づいてきたぞと思えるようになれば、体もだいぶリラックスできる気がします。ご主人の多人数だってあるわけなんで、例えば今電車の中でもいろんな事件が起きたりするんですけども、こういう電車の中でこういう立ってて、周りに立ってる人がいて、何を思うか言った時に、この3人がかかってきた時に、周りもあるんですけど、私としてはどういうふうに守れるかっていうことを考えるんですよね。それの時に今みたいな、この人はここが開いててここが閉じてると、ここを脇は絞ってるけども顔面が開いててっていうようなことを日常の中から大体虚実を見ていくんで、そうしたら物をこう殴ってくるというよりも、いやいやなんか顔面を開けてきたなというのが日常の中から見えてくるというか、だから日常の中で余裕ができてくるというか、それは毎回やってるわけじゃないけども、そういうふうな訓練をしていくというか、日常の中で虚実をいかに見ていくかと、自分にとっての虚は何なのか、自分にとって実は何なのか、そこにいる相手がもし攻めてきた時に相手より自分が点を取るための位置関係どうだとか、手の位置はどうだろうかというのは計算します。それはで訓練としてそういったことを心構えとしては作り上げています。日常の中で時々ですよ。63にして電車に乗りながらこの3人を相手にしたらと思っている成美さんは、例えば電車の中とかにいてね、なんか誰かがかかってきたらとか、こう来たらこうしようとか想像したりすることありますか？やっぱり妄想しちゃいます。そうなんですか。例えばまずここで今触られたらどう対処しようとか、まずは顔を狙おうかなとか、武道を始めてからなんでしょう、やっぱりこう相手があってありきで練習していけるので、常にこうやって相対になって、一足一見の間合いで、一緒に修練を積んでいくんですけど、この文法のこの間合いがもう鍛錬のうちに自分の中に染みついていって、なので電車の中にいる時にすごく満員電車、やっぱり東京は満員電車で人が多いので、すごくだんだん大人になっていくにつれてこの距離感が気になってきたりとか、すごい女の子でもうこのぐらいの距離にいる
方とか自分に近づいてくる方とかはすごくそのなんて言うんでしょう、心配になってしまうというか、自分ですごい気になってしまう。すごい自分自身もその目打ちができる距離に入られるとちょっとこう気になるようになったりとか、ちょっと警戒をすぐ持っちゃうようになったりはありました。いいですね。いい弟子じゃないですか。じゃあこの2人が電車に乗ってったら2人とも妄想しまくるっていう。一つ訓練として大事なのは物の見方や考え方だと私は思うので、ですね。腕っぷしがどうのこうのじゃなくて、人間関係を作るのも護身の技術ですし、それがうちの少林寺拳法の護身の技術を日常の中で生かしていくことだと思うんで、袖をつかまれるというか引かれる、ね、大概片手を引いたら必ずこっちの手は何もしないことない殴ってきたり、あるいはもう一つなんか掴んできたりするから、そういうことは頭に入れて、掴んできたりしようと払うとか、あるいは目打ちをするとかってでこっちを守るっていうのがあるんだけども、引かれたら守り方としては相手の引きに合わせて近づいてこっちに殴られる恐れもあるし、掴まれる恐れがあるから相手の裏に入ってで目打ちしていく。で今相手がこの足で蹴ってくるか分からないから、もう体重がこっちかかる、後ろの足は蹴れないで、これで守ってそれぞれここまでは習ってると思うんで、だから掴まれたら基本は千鳥斜め前に入ってこれより遠くにして掴まれない、殴られない、目打ちをして守ってっていうことがまず基準であること。これやったことあるよね、はい、まずちょっとこれをやってみよう。それから説明していくんで、はい、そう目打ちして、そうで通り、そういいよ、そうせっかくやるよ、パシッと蹴りまでやろう、しっかりもう一回、もう一回いいよ、やっていこう、いい感じいい感じ、はい、それさあやった次にそう入ってさあできたそう OK いいよ、はいで、はい、ここで成さんの方がしっかりと練習できるので、一応こう引かれた時に守れない時があるから、引かれてこういう時だってあるんで、守ることは大事だけども体勢を崩された時も練習しなきゃいけない。だからこういうふうに掴まれたらこう当て身を入れる練習、あるいは崩された、要は引かれて崩れる時に床で支えるのを相手の体で支える。でこっちもそうこうね、当然支える場合と目打ちなんかは別にこういう状態でもどこでもできるから、目打ちを崩れながらでも目打ちができるという、もしくは金的もできると、裏手打ち崩れながらでも。だからこういう練習もする、守ることもするし、崩された時こう引かれながらこっち引く、相手が30の力で引いたらこっちは 20プラスして50の力で打つ。でそしてどうするかというと、こう掴まれて引かれた、あるいはこう掴まれて引かれてこう、今は片手でかけたけども両手で崩されながら打っていく。中段突きもだし、肘打ちもだし、ほんな相手は当然こうなる。守るのと同時に崩されたことも考える。両面をやる。守った場合と崩された場合と両面。じゃあやってみて。井上先生、崩されないように踏ん張るのではなく、引っ張られる力を利用するんですね。崩されるいうことは倒れてきますよ。普通人間だったらつまずいたら倒れますよね、こう。はい。で要はこれが引かれて倒れたのと同じなんで、そしたらこの床につく手をここにつくと。こういうことで。だから自分の体重が相手にかかる。ここで相手の反作用もあって自分は元の体勢に戻ってかけることだ。要は倒れた時のああよかったって言って元へ戻るのと同じで、ああって言ってバーンね、だから崩されたバランスを自分が支える、相手が支える体になってくれてるようですね。それで自分が元の体勢になって相手がウッとなった瞬間に倒す。ちょっとじゃあ今のこのめちゃ難しそうなのやってみよう。体重かけて中段でも肘打ちでも、ね、袖でいくとそれの方がいいやろ。相手がそうそれに合わせて倒れながら打つ、倒れながら打つ。そう
そこから自分の技にやっていこう。パッと自分の技で。今のうまかったね。すごいよかったよかった。そうでこれ難しいのは止められないのが難しい。崩されてるから。だから自分こう止めるのが本当難しい。だから今みたいになるのは当然。自分はまあ倒れながらやれって言ってるけど、倒れながらちゃんとうまくこう調整してるから。この突きっていうのはポンって引いてるんですか、それともドーンと入っちゃう？もう支えるつもりで、こう支えるつもりで、だから女性だったら相手がちょっと大きい男性だったらこう手首が痛かったりする恐れがあるから肘打ちをした方がいいよとか、そういう話はするんですけど、イメージいいよ。そういいよ、そう肘打ち、そう。今の小さな今肘打ち、こういう肘やって大丈夫です。井上先生、引っ張られた時の足の使い方ってあるんですか？こうやって打ったりするし、あるいはこうやって打ったりするし、完全に酔っ払いみたいな感じ。そう完全に酔っ払いで、それを支えようとしたらほら抵抗するんですこれ。だからその前はもうちゃんと守らなきゃいけないというんですよ。守れなくなった時にこれも一つ、これも一つ、それとこうも一つ。もういろいろやっていくんですよ。今突きだけでやってますけども、これもね、ごめん、こうやればパーンとここでも一つなんで、パーンと捕まえたらこう入ってくる。これは足がこれは足がこう捕まえた時にこう入ってくる。これうちのフッコ倒しっていうのがあって、こういうフッコ倒し、あるいはこういうフッコ倒し、座ってる時にやる技なんですけど、それを足でやってる。こう捕まえる。それはもう瞬時でやらなければちょっといけない。でしかもそれで合わせながらほら当てる。こうやるんです。これ難しくなるからちょっとあんまりやらない方がいいんで、ただ当て身を入れる練習をする。こうもできる、こうもできる、肘打ちもできる。で冗談であれば目打ちができる。目打ちはこういうふうにこういうのもできるから。まあほぼ水拳ですねこれね。ね、目打ちそのものはもう関係ないんで、関係ないんで、これを胴体にするとよくないけど、目にやるからもう全然関係ない。これ成美さん、これをマスターしたらハリウッドで役立つんじゃない？これいやこれやった方がいいよ。はい。いい感じだけど、つこうとしてる。こういうふうにしていいんだけども、こうやって崩さない、崩されながらやってる。もう自然体崩さない。もう極端に言ったら自分が倒れる。こう倒れながらやっていくような気持ちでやった方がいい。そういう気持ち。それが練習になるから稽古になるんで。そう、そんな感じで技をつなげていく。で今言ったように反作用、ここで反作用いうものを感じて自分がバランスを取る練習。だから秋元がいたらこういくでしょ。でここの反作用を利用する。ここがバランスを崩す。これで一応バランスと伴ってこうなっていく。崩れっぱなしだったらよくないんで、当てることによってここで体重を支えるのと全く同じなんで、体が秋元がそのなんていうか床になってるのと同じだから、それでやってる。もう一回上出して。そう、やってる。いいよ。そう。もう一回今度はこっち取られて、その方がうまくいく。そう、ほんですぐかける。そう、うまい。ほんで今度は最後正規に守ってやってみて。こう守って。それやってる。うまくやってんだ。そう。うまい。練習法としてはこう捕まえてこういうふうに取って入っていく。ゆっくりやる。これが一つ。でこう来て引かれたこれで体勢がさらに崩されてこう崩されてこうか。でこういうふうにワンセットの流れとして練習していく。で当て身の練習もこう捕まえてこう当て身する、裏手打ちする、打つ、つく、こういうのを一通り練習していく。そうしたら自分の体が例えば1しかできない。
1しかできない、1しかやれないっていうんじゃなくて、幅広くやるためにはそういうふうにしたらもっとこう心に余裕ができてくる。5までありますよ、私はあなたにそれを捉えただけでも5つぐらいは対処法ありますよっていうのと1しかないよっていうのと全然違う。5つの練習をする必要が、だから今みたいな練習をやっていく。当て身をしてこうやって技になるともっといろんな技があるわけなんで、だからそういうような形でやってみる。最後はちょっとそこをやってみて、いろんな技を自分が打ち込みでいいから打ち込んでかける、正規に守ってかけるっていうことを3つぐらいやってみてください。自分で打ち込み、正規にかけるということで、そういいよ、もう一丁、相手の右手もあるぞということを頭に入れて、はい、今度は正規守って、今度は目打ちしよう。ちゃんと守って目打ちしてください。普通に守って。大丈夫。ふわって井上先生のスピードに追いつきたくてこっちで袖をくっと持ったら引かれる、ね、こうどっち捉えてるか分かんないから、こういう右手なのかこういうふうに左手なのか分かんないけども、一応掴まれた方がこっちだから、でこっちの相手の方、相手はこっちの方がこういうふうにこれすぐできるよ。こういうふうにしてパッと捕まえて引かれるんで、そうしたら何かって相手の裏に入ってる。これがこっちであっても同じ。こう、だから一応今は反対とってこういうような状態で天秤、今までずっと天秤の練習やってきたから、天秤をでこう手を上げる、こう守んなく手を上げる、天秤巻いて脇を締めて天秤やってる。後ろから袖を捕まえたから、そう、これで天秤だ。そのまま天秤、そう。相手も掴んできたら次何かしようとしてくるから、すぐパッとこう相手に振り向く。そういう天秤の取り方でした。後ろから、今度は相手が両手をこう後ろからこういうふうにこうやってやってくる。こういうふうに一応基本形の練習をやってる。基本形こうやってきたらこれは、矢はず手法といって掴まれたら、こう自分のこの股関節のところこう上げる。その時に自分が丸くなる、こうなる。その時に足を一歩こうやってこういう状態になる。こうやって外す、こういう状態。そして矢はず抜きにいっていこう、抜いていく。本当はここ金的を狙ってですね、そこにこう手を取る。そしてこう。女性はなかなか投げづらいんで、こうやって、そして金的にいって横に行く。こう。掴む中で、いいですか？掴む中でこう。今ついてる、すごいついてる。こう。今ね、こうやるとなかなかいけんやろうというような人いると思うよ。こう。何？これ急所ね。今ここの急所これ。こう捕まえてこれ外せないだろうという話。女性であったらハイヒールでここを打つ。小指側の方のこの方に急所ある。これも打ってもいいし、ここでもいい。もう一つはかかとでここすね打つ。こういうふうなのをやっていかなきゃ。これこっちの方こう。ここのこうできない。そう。痛い瞬間こう持ってくる。めっちゃ複合的な技術ですよね。すみません、これは基本形をこれからやっていきます。基本でこれは。こういうふうに持たれたらいいですか。こういう持たれたら手を腰を相手の方に出しながらこう、そしてこれをこういう状態で作ります。今女性で本当はここからこれが今日の作り方で、こういうふうにこれが虚実。それが虚実だけども、成美さんそこはこういうふうに
この瞬間小さくなる。ほらこう小さくなる。これが理想です。これ成美さんこういうふうにして、スッとそれが本当は矢はず抜き身っていうんです。でもこういうふうにしたらスッとこういう状態です。これ矢はず抜き身ができるんで、あと矢はず投げながら、実際はこの足は伸ばした方がいいけども、男性だったらこうやって潰される恐れがある、ね、女性の場合は横に流れるの、横に。そしてここに転がってもらうぐらい、相手が。それでやってみよう。はい。そしたら三角をしながら丸くなる、背中が。その時に足を前に行く。そうで、腰で相手をほんで、そして手足を捻転しながら持つ。これが抜き身。こうなるでしょ。ちょっと屈伸しながらこう。そうほんで向こうに行きながら、あなた向こうに行きながらこっち倒す。そう一本背投げするような感じ。この際はね、これで投げる場合もあるけど、今は一本背投げですね。この曲がってる、こういう状態。今の投げ方でもいいよ、別に。やってみよう。こう来て、一歩後ろを出して、こうすんで、はい、こう。はい。腰をグッと相手の方に。はい。こうなって。こう上上げる。ここがポイント。グッと上上げて、これが矢はず、足を後ろに出して、腰を丸くなる。ほんで一瞬小さくなる。その時に体を捻転する。捻転した時に手を持つ。それでない。いや、いい感じ。掴まれた際に結構グッてなってしまうんですけど、その時には自分がもう一回小さくなる。小さくなってから張る。その時にこうする。で今これで張って相手もこうなってるでしょ。その瞬間小さくなると相手どうなるの？こうなる。この瞬間、その瞬間やっていく。だからちょっといくやん。これがこういう状態。はい。ほんなら虚になるから、虚になったところを投げる。だからそれできてるからやってみます。いいよ。はい。グッと張って思いっきり。これが矢はず抜き身やから。その瞬間に自分らが普通で、私がやる場合はこうやって当て身するときに金的当て身して相手浮かせるの。こうほんで投げる。でこうやって投げる。はい。同じようにうまくできてるよ。はい。こんな早くできるうまいのいいよ。腰出して。あと処理はもう自分で管理取ろうが切りしようが。もう一回ラストもう一回。いいよ。最後襟を左手で持ってくれ。こう左の持つから、こうやって引かれる場合があるから、これ両方こうなってもかけれない考え。一応今日は表の方こう捕まえたら、こう引かれる恐れがある。襟を捕まえたら一応こう前の方に行きながらこう。ほんでこの時にエモン抜きって言ってこう抜いていく。着物をかけるエモンがあって、こうやるとツルツルといって着物が行くのと同じで、こう捕まえるこう。ほんでこれ前出るから。そしてこれで技かけるところを手を今さっきこう、今さっきやったところにこういうふうにこれやる。後ろから掴まれて引かれたりとか刈り足されたりするから、買ってきたりするからこうしよう。伸びをして今まで。こう。はい。そうしよう。いい感じ。一応後ろからの襟の場合、袖の場合、結構いる場合、あと他いろいろまだ袖もあるけども、一応後ろからと横、横にはこういう場合ということ。あともう一つ、そっち行って表も表も。変なし、こうやって引き上がる。ほらこういう場合も処置してないかんから。これも二人抜きって言ってるのがあるから。っていうのはこうやっていくでしょ。こうやったらどっちかでしょ。成美さんは秋元より力弱いでしょ。ほんなら2人できた。
だから自分が引くと同時に引いて、まあこういうふうに引くと引き合いしたらいけないんだけど、ほんでどっちかというと強い方に行くわけ。ほんで2対1で引く。ほんでここのまま。ほんでパン蹴ってこう抜いてこう。それを普通こうするんだよね。こうやる。じゃあどちらか強い方に2対1にするこう。ほんでその時ここで守る。周りがほら崩れるでしょ。周りが崩れる。ほんでここで守る。でここで守って本当はこっちに行きたいんやけど、これもしちょっと離して抜いたとする。これが伸びてるから俺こうやられる恐れある。だからこう守ってね、これを伸ばして今守りができたんで、この周りができたからこれやって蹴る。で今抜く。今もうこの周りだからすぐこういうものにかかってる。だから両方抜いてみようよ。そしたら三角抜きはこういうふうになったらこうやってこういってるでしょ。これ手開いて、手開いて、そう手、今引かれてるでしょ。そうそう。その時に近寄って、俺に近寄って、井上の方に近寄って、ほんでここで三角しような。三角しよう。そう。ほんでそして手を伸ばして寄せ足してこっち足寄せ足速度蹴りをする。そうそう。ほんで守ってすぐ抜け。あっちは。そう。ほんでこっちほらもうしよう。そうそう。これ2人抜き。2人で打たれたんだけど、だから大事なのは2対1で処理するということ。で周りをしっかり一方で取って、ね、こっちはまだ伸びてるから、こっちはこのまま確保できてるから、この周りを維持して伸ばしていいから、当て身を蹴りを入れて抜いたらもう前ができてるからすぐ入る。おや、男性が女性に話しかけています。女性は少し困った様子ですが、おっと、いきなり手を握った。ナミさん、なんか悪い男がいましたね。いましたね。手握られました。急に。ひどいですね。ひどいです。川島優太先生、拍手。今椅子に座ってましたけれども、どういった技術を紹介していただけるんでしょうか。そうですね、立った状態でできることっていうのは、椅子に座った状態でも同じようにできるので、電車の中とか、座って、隣の人になんかこう触られたとか、そういうのも東京とかで電車によく乗るケースではあり得ると思うので、ちょっとそれを女性の目線で実際やっていただくとなるほど、いう形でいきたいと思います。お願いします。はい、逆十字小手という、立った時にもやった技なんですけども、横からやって手のひら上から触られた時にそのまま相手の肘の上に自分の肘を乗せて掛け手をして上から握って肘をそのまま乗せてぐっと体重をかけていくことによって相手の手首が決まっています。はい、相手の手首を決めることができます。はい、で当て身をしていると。これは成美さんはもともと習っていてできる技術なんですか。はい。なるほど。じゃあ使いこなせると思いますね。あとそうですね、あとは、前から、相手が座っている時にこうグッと立たせようと引っ張ってきた時とかも同じように、普通に手首に入れてこう立たせようとしてくるので、井上先生から習った技をちょっと崩された時に、これでそう結構今食らいました。成美さん今すごい良かったですよ。もう一回やってみましょうか。はい、おー、めちゃ説得力があるこの技。自分としてもなんかナチュラルな感じ。そうですね、はい、楽しいです。楽しい。彼女の場合は黒帯も持っているので、普通の場面で周りから見たときにいくら女性といってもこう殴ったなっていうのが、周りから見たりとかカメラとかで今だと映ってるので、正当防衛なのか過剰防衛なのか、そういった議論もあると思うので、あえて見づらいようにもっと近い間合いで見づらいよ、はい、本当に女の子がもたれかかってきたらこっちがうずくまったみたいな絵を周りに見せるっていう、ある意味それも自己防衛だと思うので、次は突きじゃなくて肘でいく。そうそれで抜いて、でこれをやると突きに見えるからもう肘当てして抜いて逃げる、距離を取る。もうそんな感じで、
引っ張って持たれてなだれ込んで相手がうーって川島先生今聞きました？今のもうちょっと入ってたら確実に効きますね。ですね。今すごいナチュラルな感じ。よろけて弱い被害者のふりをしながらもやってるっていうような感じでいいと思います。じゃあ成美さんせっかく役者さんだからね、こうよろけた後に相手が立つ時もよろけちゃったって芝居をちゃんとしてください。怖い。なんだろうみたいな、大丈夫ですかみたいな、そこまでやってみようか。はい、役者さんだから、はい、お願いします。ごめんなさい大丈夫ですか？心配しなくていいんで、相手悪い人だ、こっち悪い人だから。どうでした？女性といってもやっぱりそれなりの体重、大人の女性の場合あるので、それがやっぱり自分の引っ張った勢いとともにグッと飛んでくるとやっぱりよろけちゃいますね。こっちものすごいリアル。もうちょっとやってみる？今のでもいいですし、見えづらいっていうところであるともうパッと近づいてきた時にもうこの時点で、知らない人が近づいてきてるんで、球種でいうと足踏んだりとかこのすねですね、こういったところの急所っていうのもバンとバンってそういつも金的の手になるんですとすねバンと構図の蹴って、そう全然いい。これは蹴るわけですね。蹴っといて打ってなっといてそのままさっきと同じように肩でもいい、体当たりでここでもやっても蹴って相手のすねを痛めさせて追いかけてこれないようにしといてで打ってやらしてっていう、こっちとこっちと両方で逃げる。そうです。結構蹴ってしまいました。全然大丈夫。全然。抜いて逃げる。使えそうですか？はい、使えそうです。なんかあと何気なくやっぱり黒帯を一応持たせていただいているので、ずっと疑問には思ってました。その正当防衛になるのかどうかっていう不安があったので、すごくありがたいですね。種々公従不殺殺人っていうことがあるので、やりすぎないっていうことと、あくまでも相手がやってきたっていう前提があって自分が動いてるっていうで、しかもそれで、ついたりっていう蹴ったりっていうあまりそういう派手な動きだと周りの人も途中から見た人からすると逆にこっちがやった人かなって勘違いされる可能性もあるので、あくまでもやられながら相手の虚をつくみたいな、周りの人のある意味虚もつくというか味方につけるみたいな、触ってこようとするとスッとやってくださいって相手の方に戻すというか、スッっていうので相手が何かやろうとしてきてもこうスースースー、これだと叩いてることにならないんで、これで警察来るまで時間を稼いだっていう例は最近仲間うちでも聞いたことがあるので、やっぱり相手がこうなんだよってこうやっていこうとするんで、じゃあ落ち着いてくださいって言ってこうスースーってなんか技をかけるでもなく技の前の段階で相手をこういさめながら距離を取ったっていう話は聞いたことある。なるほど、わかりました。急所に蹴りが当たってる。そして顔面にも。いざという時に使えるように本当に当てて練習するそうです。一人返しは待機で構えて相手が差し込んで入ってくるので目打ちでこういう感じでパッと払って目打ち仮足は今なっていくので、スッとという形でグッとついてくるので、この辺受けたら当たっちゃうので、相手の手のこう手首をまっすぐ伸ばしてきてるので、基本的には上から下に押さえる、こうぶつかると正面衝突だけども、パッとまっすぐ伸びていくものに対して横はスッとかわせるので、軽くで、あとは会心ですね、会心、上を向きながら、今千鳥返しで5歩から目打ちをやったんだけど、さっき練習やって10歩握られた時にパッと、これ躊躇なくいつも寸止めでやってると当て感覚がなくなっちゃうので、相手が引っ張られた瞬間にパッと当てるものを当てる練習をあれでしてください。で当て方はバラ手でそう
基本的にはクロスこっちに爪先でやると相手の目傷つけてしまうので、この裏手側の指のところ、でこの、4本のうちのどれかが当たるような感じですぐ戻してきて、はい、これでちょっとやってみて、はい、そう相手に引かれる分で相手の勢いを使って入れにして、で抜いて、はい、で練習方法としては、例えば次小手抜きなんですけど、ここであと鍵手まではできました。目打ちの練習1,2,3,4,5回やってパッと最後に抜くんで、で最後も抜いたら裏剣ちょうど3号4号のところ横までついてるんで、はい、裏剣っていうところで、ここの近間の目打ちと、裏剣とかですね、はい、やってみてください。はい、どう当て感覚として、さっきまでの寸止めとやっぱ実際物をこうパチンと当てるのと、感覚的には、はい、ちょっと間合いも変わって全然違いますやっぱ実際に当てるのと寸止めだとね、距離感変わってくるから、特に金的だとよりそれが当て止めだと遠慮すると全然この辺でつま先入ってないけど、実際当てるってなると相手の後ろ側ぐらいまで、お尻の後ろぐらいまで入れなきゃいけないので、今ファルカップつけてるので、それで今引っ張られた寄り抜きで引っ張られた勢いでパーンと入って、ちょっとこれで金的の当て身からの寄り抜き、ちょっとやってみてください。そうそう、右前からで寄り抜き。で表面じゃない、本当に相手のこの足の間に自分の足首の細いところがパッと入る、後ろ側からこう持ってくるようなイメージで、で次寄り抜きするので、後屈立ちっていうよりやその前に寄っちゃった方が後ろの足が寄りやすいので、その体重移動もそうこれでやってみてください。はい、川島先生の蹴り相当強いの分かると思う。それでも大丈夫なので。あ、本当ですか。大丈夫。思いっきりやってる、思いっきり。躊躇するよね。はい。がっつり切れてたんで。はい。わあ、こっちですか。そうで、今目打ちも併用してるから、例えば両方どっちかが当たればいいんで、特に金的だけだと相手もしかしたらキュッてやってくるかもしれないし、でもその時下向いてるこっちが空いてるんで、両方同時で、ゆっくりでいいんでタイミングだけ。はい、目打ちで抜いて。皆さんいかがでしょうか。はい、今みたいにやってみると、回し蹴りとは金的が開く。開いたりとか、ほんなら回し蹴りを金で開いたら中に入りながら受けて蹴る。そうそうそう、はい、歩きながら、もう歩くような状態でパーンと蹴る。そう、そう。はい、そう。膝を基準にして、ここに膝を基準にして、膝のこの先端のところまで切れないから、ここまで体をさばく。ここほら、もう切れない。だから、ここにいるとやられちゃう。でも、膝の先端は意外と当たらない。で、それの、はい、次をパパッとやってください。膝の先端、そうや。でも一応。そう。ラスト。
蹴られる。はい、今度はもう一回回し入れて、今度こっち来たらこう受ける。でこの時には直線で受けると、まっすぐ受けるとやられてしまうから、上から下に切りながら、よし、やってくれよ。こういう動きをしながら、中段返しを。中段返しですけど、今、金的に返していきます。構え一応こうしようか。こう、はい、そう、ちょっと開けて、そう。はい、金的いける。もう一回、しっかり金的いける。全然大丈夫だよ。金的いける。そう、ラスト1回、ラスト1回、頑張れ。そう、今のよかった。はい、もう一丁、相手が逆蹴りをしてくる。これを直線で逆にしてくる、これ痛い。みんなこれ反転してる。こう。これはこういうような状態、体重前とこういう状態、線を外しながら、こう外しながら、こう。この手は、急所を本当はパッとこう狙っちゃうけど、それをしなくてもいいから守りながら。守りながら、やっていこう。反転心原理です。そうそうそう。線を外して、蹴るすぐ。そうはい、2回行こう。続けて、はい、始め。はい、連反抗つけて。はい、はい、ラスト行こう。うまいうまい。もう一個もう一個。今のは当たってなかった。もう一回。はい、中段構え、中段構え。はい。やっていく、中段構え、そう。でラスト、今はね、言われたように手を持たれたら、今までやってきたことをやる。こう掴まれて、ラグラが手を入れて、思い切り入れていいから。ね、今までやってきたと。そこから技をかける。もう今度は遠慮しなくてやっていいよ。そう。はい。倒れながら目打ちもやってみて。倒れながら。そう、左手目打ち。はい、こんなに。そう、これ技かけるんだ。はい、もう一回。今のでいいよ。はい、こう。今みたいな時には離れてすぐ。はい、結構です。もう一丁。そう、今までのなんかやってきたことをそのままいこう。そう。技かけて技を。はい、行こう。そう。はい、うまい。ほんで、今度はしっかり守れた場合ね、今までやってしっかり守れた。この時に、で掴まれて、守りながら目打ち、金的。だからバランスよくこう捕まえた方が、これは同時。片手でも実際かけれたらいいけど、今はまああれだけど。目打ち、そう、でかけ、うまい。よし、ラスト1回、ラスト2回行こう、2回。うまい。そう。はい、もう一回続けて、ちょっと角度こうしようか。角度、1、そう、はい、行こう。そう。できました。はい、OK。はい、決収。いいですか。はい、OK。はい、ありがとうございました。はい、それではお願いします。少林寺拳法の教えの中に不殺活人というのがあります。以前はですね、不殺不害と言います。相手を殺さずに、そして相手を傷つけずに、傷つけずにっていうのはもう最悪な面というのは殺すことは良くないし、もう当然後遺症を残すことはよくありません。今の時代いろんな状況が悪い状況がありますけども、本当に自分の身が危ないな、殺されそうだなと思った時はどうなるか分かりませんけども、少林寺拳法の精神としては相手を傷つけずに、要は後遺症も残さずに、相手を当然殺さずに、その場で制する、要はもしくは当て身も入れても相手が戦意を喪失するまでの当て身、
要は相手を叩きのめす、蹴り倒すということではなくて、相手のことを常に考えて、相手が戦意を喪失する、もうあなたには攻撃しませんというように、そういうふうにさせる。その上で相手をできたら諭す。相手に二度とそんなことするなよと、他の人にも傷つけたりするなよという、こういうところが我々の考え方、精神なんで、相手が何か殴ってきたからって攻撃してきたらざまあみろって言ってバーン叩いて、ね、それで終わりということではなくて、常に相手のことも考えていくと。そして相手をできたら制して、そこから諭していって、二度とそんなことするなよというところへ持っていく。これが我々の少林寺拳法の教えであり、相手との関係づくり、よくあるのは子供の時代でもありますよね。知らない子供とで相手が知らなかったも喧嘩したら仲良くなる。実はこれが我々の人間の本当に生き方だと思うんですね。喧嘩はしたけども、なんか一生懸命力を出し合って、でもその後はすごくすがすがしくなって仲良くなると。で、我々の少林寺拳法の生き方、私自身が教わってきたのはですね、相手が悪いことして何かやってきてもそれを制して相手をちゃんと更生させる、これが少林寺拳法の生き方であるということです。そして今までも私は指導の中で言ってきましたけども、相手の味方ですよね。攻撃をしてきた、蹴ってきたら蹴りを見るんではなくて、いや蹴りだけを見るんではなくて、金敵が空いてきた、上段が空いている、片足立ちでアンバランスだ、このアンバランスな状況の時に自分はもっと有利ではないかと、こういうものの見方、両手で手首を掴んできた、片手を掴んできた、何かやってくる、確かにそうだろうけども、相手は両手を自分自身で自分自身で塞がって、要は手錠をかけて近づいてきたと。こういう人は怖くないですよ。ね、顔面も開いてる、中段も開いてる、金敵も開いてる、両手は掴んでる間は何もしないと。こういうものの見方、我々少林寺拳法はこういうものの見方、相手の悪いところ、気になるなと思うところを見たらいいところを見る。自分がもうこういうふうなもう良くないなと思ったら、良い面を見ていく。そういうふうなところの両面を見る。これが少林寺拳法の中で、教えの中でも大事なことであると。力愛不二、健全一妙、自他協楽、相反するものが必ずバランスよくセットになっているという、こういう教え、これが少林寺拳法の技術の中にも生かされているということなんで、そしていざとなった護身の場でもそういう見方と、そして相手に対するなんていうか敬意というか、相手をちゃんと処置して構成させる、そういう生き方があるということを、こういうところをご理解していただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。少林寺拳法の方の修行にも励んでもらいたいし、少林寺拳法を始めてもらいたいなと、そういうふうに思います。以上です。ありがとうございました。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。